1枚いただいていいですか？はい。はい、いきます。はい、チーズ。硬いっすね。まあ自分だけが喋るんで、最後に今日はよろしくお願いしますみたいな感じで、はい、じゃあいいですかね。はい、あれいいですか？いいですかっていうか。はい、こんにちは、ゴーイスト部のマサです。今日はですね、ヤマリアさんの横須賀工場本社に来ています。で、今回元井さんとオーストラリア担当の戸永さんと一緒にですね、対談形式という形で今日これから撮影させていただきたいと思っています。初めてのところなんでちょっと緊張してますけど、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあこれから行ってみたいと思います。はい、それでは場所を改めまして横須賀本社工場にやってまいりました。本日はマリアのルアー開発を担当されている元井さん、そしてオーストラリアからお越しいただきましたゴーイスト部の田中さんのお二人にお越しいただきました。本日は世界で活躍するマリアルアーと題しまして、マリアのルアー開発の裏側、そしてオーストラリアの特殊ア事情についてお話ししていきたいと思います。はい、決まりました。はい、ありがとうございます。決まりました。バッチシですね今。これ順番はメモいただいた通りに並べただけなので、全然入れ替えていただいても大丈夫ですし、この川さんに任せて。そこからはいい感じですね。いい感じででればと思います。話を膨らましていきましょうか。はい。はい、それではもう一つの話題の方に移りたいんですけども、今のマリアのラインナップ、この中でもっとこういうのがあったらいいのになとかあったりしますか？あります。あるんです。はい。なるほど。今日はもうそれをもうぶちまけていこうかなみたいな感じで、はい。作り手的には非常に、はい。まあちょっと今興味あり怖さもあり。そうですね。ちょっと宿題ではないですけど、ちょっと3つ考えてきたので、ちょっとご相談ではないですけど、ちょっとこんなのどうですかっていう形でお話しさせていただければと思います。1つ目なんですけど、ポップクイーン、現行サイズ160と今200っていうサイズがですよね。130、そうですね。下のちょっとちっちゃめのものっていうところで、ちょっと個人的には160と200の間を攻めるちょっといい塩梅の180ですかね、間、175でもいいと思うんですけど、ちょっとそのあたりがあればいいなっていう。というのもこれ160でも十分飛距離出るんですけど、でもうちょっと大きくいきたいなっていう時、200だとちょっと大きい、そうですね。でちょっと大きすぎるな、サイズ差すごいあるんですよね。でちょっと160で風強い、ちょっともうちょっと飛ばしたい、でもこっちちょっとでかいなと思って、そうなると間の180ぐらいがちょっとあったらいいなっていう感じをふつと思ってまして、2つ目はですね、リライズですね。カラーに関してヤマリアさんの方でネオンブライトっていう液だったりとか、あとプラグ、そうですね、限定の方で発売されていたと思うんですけど、このシンキングに関して液と同じコンセプトっていうんですかね、水中に潜るっていうことでネオンブライトの3カラーっていうんですかね、でそうですねがあったら、その水の塩の馴染みだったりとか色のねところで、効果があるんじゃないかなというふうにちょっと考えていて、シンキングなので、その辺でネオンブライトからのリライズ、130、150カラーの面であったらいいなというふうに思っております。なるほど。で最後なんですけど、これは距離重視のスキッピングタイプのルアーがあったらいいなっていうふうに考えていました。というのもラインナップ今はないですよね。でちょっとその構想というかアイディアが
出てきた理由に関してなんですけど、今の時期ですね、2月3月4月、オーストラリアの東海岸でロングテールツナっていうコシナガマグロが、磯から狙える時期になってきてて、大体から取れるのは羨ましいですね。そうですね。で大体サイズも今年ちょっとまあまあ大きいらしいんですけど、今15から20ぐらい上がってるっていう、上がってるっていう話聞いてて。で今主流の狙い方だと、他社さんのルアーになってしまうんですけど GT アイスクリームだったりとか、あとはもうメタルジグで、やっぱり飛距離を出して、早巻きで食わせるっていうスタイルがほぼ主流になってるんですね。でそういうところで現行のルアーだとその飛距離負けしてしまうっていうことがあって、そういった面で飛距離重視でプラススキッピングで競争を早巻きしてきて、でマグロを食わすっていうのがマリアのルアーでできたらいいなと思って、この3つ目のアイディアといいますかご提案をさせていただけたらなと思ってました。確かに、じゃあこのカメラの前の皆さんも思ってらっしゃるかもしれないですね。そうですね。俺も欲しいぞっていう方はコメント欄にいいねボタンを2回3回押していただければ可能性が増えるかもしれないということですね。はい、皆さんこんにちは。ゴーイスオブのマサです。今回はですね、念願の日本でのロックショア沖磯長江ということで、現在長崎県の平戸市にいます。でこれから平戸大橋の方へ向かって丸銀釣りセンターさんへ向かっていきたいと思います。ヤマリアさんとのね合同企画ということで、ヤマリアさんの方との、撮影も含めて自分の動画もね撮影して、両方のチャンネルで上げていくっていうような、流れになっています。あとね1時間弱ね車を走らせて、平戸の方に入っていくっていうところで、あいにくの雨ですけどね、明日は晴れるみたいなんで、楽しみにやっていきたいと思います。とりあえず、車走らせていきたいと思います。では。まさくんのちょっといい釣りに期待頑張りますとりあえず出したいですね、なんかせっかくですから。ある意味海外遠征ですね。海外遠征国を越えて何キロ走ってきて走ってじゃないですね、飛んできてますからね。10時間ですからね。滝が来たのと同じような感じ。あ、そうですよねいや、なんかワクワクしますね、この最初の時はい。はい、おはようございます。ボーイスオブのマサです。今日はですね、念願の、日本での渡船を使ったロックショーに、ヤマリアチームの方々と今日来ています。で、今後ろにいるのがこの方さんです。今日はよろしくお願いします。来てるのが五島の、ポイントになっていて、今はね薄暗く明るくなってきたので、これからちょっとねヒラスズキをまず狙ってやってみたいと思います。で、今日この場所で、とりあえず1日やっていく予定になっています。どうぞ今日1日よろしくお願いします。じゃあやります。
あ、本当です。あ、そうですね。移動しましょう。あー、ちょっとこれやりましょうね。さらし出てるんで。はい、これから弁当を食べます。最高ですね、弁当があるのは。休憩中に米と唐揚げが食べられる幸せ。セブンイレブンのパサパサな、まずいサンドイッチになってる。ヒラマサじゃないですか。そんな見えてます？黄色いやつ。たまにいるんですよ。だけど全然グレの近くにいるんです。ああ、近くにいるんですよ。お疲れ様でした。初日坊主。はい、お疲れ様でした。初日終わりました。残念ながら自分は坊主ということで、悲しい結果になりました。ただ殿川さんがですね、メーター近いヒラマサ1本上げてるんで、ヒラマサは見えました。はい。ということで、もうすぐ回収なんで片付けて、回収を待ちたいと思います。明日はね、宮之浦っていうところで半日ねやるみたいなんで、それにかけたいと思います。じゃあ、残り半日頑張っていきたいと思います。とりあえず腹ペコです。ああ、そうか、潮が低いからだいぶ下げないといかんか。先に下ろすけ取ってやってくれ。はい、おはようございます。デイ2です。今日はですね、宮之浦という地区から、お届けしてます。今日は午前中でね、この場所で、半日やって、終了っていう形なので、昨日はね、自分にはヒラマサが出なかったので、はい、今日は、ぜひとも出したいというところですね。昨日、殿川さんがメータークラスのヒラマサ1本、上げてるんでね、今日はね、自分も上げたいと思います。じゃあ、デイ2やっていきましょう。はい、では、デイ2始めていきたいと思います。今日タックルはですね、ゼナックのアキラ951タイプ R に、14000番のツインパワーの XG に P6 号ですね。リーダー150ポンド入れてます。で、まず最初、薄暗い時、ボアの195でちょっとやってみたいと思います。じゃあやりましょう。よいしょ。はい、ローデットの F140 いきましょう。
ラスト2投でいきます。やった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。厳しいですね。春マサも甘くなかったということで、そうですね、なかなかうまくはいかないですね。ただ初日5投、上5投の方で2日目の半日、宮野浦ということで、田中さん1本メーターオーバー出したということで素晴らしい評価だったと思います。さすがです。いやー、ちょっと自分はもう本当に今回平正ゼロだったんで、ちょっとまた来年再チャレンジしたいと思います。はい、リベンジ確定です。来年頑張りたいと思います。今回2日間ですかね、実況ありがとうございました。まあこれからもまたオーストラリアでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。あと今回の撮影クルーの関口さんと天野さんです。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。